皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。本日はラジコン飛行機を飛ばそう。第16回、スケール機は写真写りが9割をお送りします。最近着陸の話題ばかりでしたので、息抜き的な回です。簡単に言うと、こんなのとか、こういう写真の撮ってもらう側の話です。この画像はいつもの映像から切り出したものなので、あまり綺麗ではありませんが、ちゃんとしたカメラを持っている人に頼めば、この状態で綺麗に写ります。さて、意外と知らない人が多いのですが、ラジコン飛行機の写真は、普通の撮影すると、こうなります。よく考えれば当たり前なのですが、下から撮影するので、飛行機のお腹が写ります。これでは台無しですよね。こういう写真になってしまうのは、飛ばす側の問題であり、撮ってくれる人の腕が良くてもこうなります。そこで、スケール機なら、カメラに向かってポーズを決めろというお話です。さて、実際の機体の動きを見てみましょう。まあ、見ての通りで、ちょっとこっちに傾けているだけです。この軌道の最中の写真を撮影すると、先ほどのような画像になります。では、講師のあかねちゃんを呼んでみましょう。こんなのはあれやで。ブワーってきて、グバって傾けて、ガッて耐えるんやで。仕方がないので、私が説明しましょう。ちなみに、見かけより難しいらしいですよ。さて、先ほどの軌道には、2種類の要素があります。ローパスとナイフエッジです。ローパスから説明しましょう。ローパスとは、目の前の低いところを水平飛行する技です。こんな感じです。さて、ローパスで最も重要なことは、まっすぐ飛ぶことです。よくある勘違いで、高度を下げ続けて、地面に近くなったら引き起こして上昇、という軌道をする人がいますが、それはただのチキンレースです。ローパスとは、低空で滑走路上空を飛行する軌道です。絶対に地面とチキンレースしてはいけません。必ず、滑走路の上空で水平飛行することが重要です。動画だと、すでに結構いい感じの映像だと感じるかと思いますが、写真だといまいちです。では、次の要素であるナイフエッジを説明します。ナイフエッジとは、上空でバンク角90度にし、その状態で水平飛行する軌道です。手順としては、まず、操縦桿を右に倒して機体を横転させます。が、そのままだと高度が落ちてくるので、上昇の操作が必要です。上昇の操作は覚えていますか？そうです。スラストを上げるです。さらに、重心の都合で頭が下がってきます。左ラダーで姿勢を維持してください。さて、左ラダーを入れると、機体が左ロールを始めます。つまり、水平に戻ろうとします。再度、操縦桿を右に触って、姿勢を維持してください。で、当たり前なのですが、機体を右に横転させていると、揚力が右方向に偏ります。つまり、飛行機は右旋回を始めます。これを打ち消すために、操縦桿を押して、機体がこっちへ来ないように調整します。難しそうに聞こえるかもしれませんが、意外と簡単です。高い高度で練習するので、墜落の心配がないのと、毎回同じ操作で安定するので、20回か30回練習すると体が覚えます。ただし、練習機などでは、バンク90度だと高度の維持ができないので、その場合は80度や70度で練習してください。この軌道も、一見するといい感じに見えるかもしれませんが、実は遠すぎて大きく映せないという問題があります。さて、もう理解できましたよね。そうです。ローパスをしながらナイフエッジをするのです。ただし、バンク角90度だと変な写真になります。あと、目線より低いところで軌道を行うと、写真の背景が地面になるので、これも変です。したがって、目線の高さで、かつ、目の前で、バンク角20度のナイフエッジもどきをします。注意点は、ナイフエッジは90度が一番簡単です。バンク角20だと、かなり難しい挙動を示します。挙動の傾向自体は、90度のナイフエッジと似ているので、再度練習しましょう。では、実際にやってみましょう。インバウンド。どうでしょう。
なかなか良い感じだと思いませんか？じゃあ、たどり着きます。皆さんもぜひ挑戦してみてください。それでは今日はここまでとしましょう。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ゆずきゆかりがお送りしました。では、また。